こんにちは、玉木です。本日のリーディングは、時々いろんなイベントを思いつく玉木なんですけど、またちょっと今思いついて、そうですね、3ヶ月ぐらいしたら皆さんにまた楽しい発表できるかもしれません。その説はよろしくお願いします。グランタブローさんに聞く、あの人の赤裸々な本心です。はい。はい、本日はこちらですね。はい、本日はグランタブローであの人のね、本音、何考えてるのかについていろいろ聞いてみようと思います。はい、ではね、早速選択肢のカードをお配りしようと思います。そう、今回はこちらですね。ムック本になってます、ちいかわタロットさんからというかね、大アルカナがこう22枚ついてるので、こちらをね、選択肢に使おうと思います。めちゃくちゃ可愛いです。中もこんな風に、ほら、ちゃんとね、わかりやすい説明が書いてあって、小アルカナないけども、初めての方もすごくわかりやすいんじゃないかなっていうね、はい、書き方だし、カードのシャッフルの仕方とかね、非常に根節丁寧に書いてくださっています。はい、よかったね。リンク貼っときますんで、Amazon でポチっていただければと思います。はい、ではね、早速始めましょう。選択肢の方をお配りします。ちょっとね、切り離すのを失敗しました。はい。はい、以上の3つが出てきました。ここで皆さんにお願いがございます。コメント欄にご自分の選ばれた選択肢を書かれる際は、このアルファベットの ABC ではなく、リーディングの最後の方に申し上げる絵文字もしくはキーワードで記入していただくようにお願いいたします。それでは1枚ずつ見ていきましょう。まず左 A はこちらです。節制。真ん中 B はこちら。最後の審判。そして右 C はこちらです。世界。選び方としては、今回このカードの意味はリーディングには影響しませんので、好きなカードでもいいし、好きなイラストで選んでもいいと思います。それでは参りましょう。A、節制。B、最後の審判。C、世界。お好きなものを選んでください。はい。では A ですね。はい。こちら。かわいい8割の節制。このカードを選んでくださった方のリーディングを始めようと思います。よろしくお願いします。はい。ではね、まず最初、プロローグということで、お二人についての基礎知識をいただいて、その後にグランタブルを展開していこうと思います。はい。ではお願いします。事前にテーブルシャッフルの方は済ませてます。はい。お願いします。これは A3 サイドがそうなのかなって感じなんですが、パッと見てね、何のカードかというかね、ソードの2の逆と世界の逆、すいません、世界じゃないです。運命の輪の逆で、太陽の逆とワンドの8の逆、そしてソードの6ですね。そうで、言いかけた。どっちも調子悪いのかなっていうところで、特にここのカードが言ってるのは、A さんの方に、
そもそもなんか厳しい状況とか状態っていうのがあって、それを改善するためにいろいろ調整したりとか交渉したりとかね、なんかそういったことをやってたんだけど、ちょっと今そういった交渉すること自体が難しいみたいなね、っていう状況が来てたりする。それかお相手さんが A さんにコミュニケーション取りたいなと思っても、何らかの事情でそれが許されない状況にあるっていうことも考えられます。でね、とにかく今2人の間の出来事のバランスが非常に悪いっていうことだったりする。で、さっき言った外部的な事情っていう人もいらっしゃれば、それか言葉のやり取りでうまくその意思が伝わらないとか、なんか違った風にお互い伝わっちゃってるみたいなことがあるのかなっていうところだったり、あとなんかすごいタイミング悪い時タイミング悪いこと言っちゃったりとかねっていうことも考えられます。コミュニケーションがとにかく今うまくいってない可能性が非常に高いなっていうところなんですね。そうで、もしかするとそのお相手さん側がね、今例えば仕事がうまくいってないとか、本当お相手さん自体の運気が悪いとか、中にはなんかちょっと、本当にいろんなものでタイミング悪いとかねみたいな、そんなことがあっていて、そうね、お相手さん自身もちょっと今疲れてるのかなみたいなことも考えられるし、大きいチャンスをちょっと今ね取り逃がしてますよなんてお相手さんもいるかもしれない。そうでね、A さん的にも、そうね、特にね、お二人の間でのやり取りっていうのがなんかぎこちないなみたいに感じてらっしゃる A さんは、なんかこのまま進めてもいいのかなって思ってる人もいるかもしれないなってとこなんですね。ちょっともらいますね。あった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 。それとか、そのお相手さんがこういった、ちょっとね、大変だなみたいな状態が見えてるんだったら、それ言ってくれればいいのになっていうね。で、大丈夫って言っても、全然みたいな感じで、ね、スルスルお相手さんもいるかもしれないし、なんかこういった状況をシェアしてくれないっていうことで、なんか、やるせないなじゃないけどね、なんかそんな風に感じてる A さんもいるのかなという、そんなイメージですね。はい、ちょっともうちょいもらいます。そうよね。少し A さん自身がそのお相手さんの世界の出来事がありますよね。そこにタッチできないってことに対して寂しさを感じてたり、いわゆる蚊帳の外みたいにね感じたりとかしたり、それとかお相手さんに役に立てない状況がもしかしたら A さんにあったりとかね、っていうことで、やっぱり頼られてないのかなみたいなね風に思っちゃってるってことがあるのではないかなってことなんですね。で、今これ課題のカードなんだけども、ちょっとここ1個もらいますね。そこをなんとか現状を脱却していかないとねっていうところがまず来てるんですよ。そう何かから解き放たれるっていうねカードなんですね、これね。そうだから、これがお相手さんのことであるんだったら、お相手さんが今縛られていることから自由になるであったり、誰かね手助けをうまくもらって現状打破するであったり、そうなんか恋愛の滞りもそうなんだけど、日常生活のことにおいても解放されるってことが必要だったりする。でもしかすると A さんの方もってなってるその気持ちから上手に自分をリフレッシュしてってことが必要かもしれないっていうね、まさに節制じゃないけどね、取らないとは言ったけど、バランス感覚がね今2人にはいるのかもしれないなってことを言ってます。はい、じゃあねここを踏まえつつ、そうちょっとここであえて聞きたいんだけどね、お相手さん恋愛観を教えて、恋愛どう見てるんだ。恋愛観が無意識。なんかね、一個はね、いたら自然に回復するような関係性、お互い元気もらえるとかねっていうところだったりするし、あとなんていうかな、総合
助け合いっていうかそうやっぱりこう自分が精神的にもうこれ以上持たないなみたいな時に表立ってどうっていうんじゃなくて、ただ一緒にいることで癒されたり回復したりとかね、そういった相手っていうのを望んでるってことを言ってる。はい。ではね、ここからはグランタブローということで、はい。ではね、カードを展開していろいろ聞いていこうと思います。はい、お願いします。はい、まずね、この、レディーがこの白い枠ですね。はい、ここでは、A さんというふうに見立ててます。A さんね。そしてこのダークブラウンのフレームがお相手さんです。入ってるでしょうか。ちょっとカメラを動かします。大丈夫か。はい。でね、オイルノルマンでどれが大事か、ちょっとね、見せてもらおうと思います。船。あった、ここですね。はい。オイルノルマン。はい。では、まずはね、全体見ていこうと思いますが、もうパッと見てわかる通り、非常に遠いですよね。一番遠いわけではないけど、同じライン上で言えば、一番端と端っていうことなので、今、お相手さんが、やっぱり恋愛に向き合ってるかっていうと、ではないってしか言えないですね。でもちろんここでカードが出たからって確実にそうってわけではなくて、じゃあ今からね、この話いろいろしていく中で、実際にそうだったら、A さんがね、どういうふうに動くかなっていうふうに考える材料にしてもらえればと思います。正直ね、さっきのタロットのシーンとやっぱ似てる出方をしてるんですよ。で、今お相手さん、ものすごい突き詰めて言うと、それどころじゃないって感じなんですね。あなたがどうとかじゃないんですよ。もうお相手さんがいっぱいいっぱいです。だから今恋愛について何か考えられますかっていうと考えられないんですよ。この上がないんですね。で、こっちの先の方もやっぱりこういう風になるなとかっていう見込みがあるかっていうとではないってとこなんですよ。で、さっきも今と思ったんだけどね、恋愛観のとこで疲れを癒すうんぬんって出てきてたけど、もうほんとここなんだと思うんですね。なんかもういろいろあって、もうほんとなんていうかグロッキー気味っていうかね、そこは本当に誰かにっていうんじゃなくて、本当癒されたいっていう気持ちが今非常に強いんだと思います。で、お相手さんが今ここにいらっしゃるんだけどもね、ちょっとここタイムラインね、後で言うね。はい。で、まずここ全体見てね。でもなんですよ。さっき私があなたがどうっていうんじゃないって言ったんだけど、ベースとしてはやっぱりあなたのことは頭あるんですね。C さんのこと考えてないってわけじゃないんですよ。で、これがね、A じゃないや、レディー、ジェントルマン、で、ライダー、太陽っていう風に出てきてるんですね。で、この2人の間の恋愛っていうので考えた時の脳内なんで、当然というふうに2人がまず出てきてるんですね。で、まずあなたっていう存在がいて、自分っていう存在がいて、いいように進むんだろうなって思ってるっぽいんですよ。とはいえ、ここはふわっとしたとこで、でもお相手さんじゃ具体的に今、すごい考えられるかって言ったらやっぱそうじゃないよねっていうとこなんですね。今、なかなかそのコミュニケーションを取るっていうのもちょっと難しいなっていうのがまずポーンと来てるんですよ。ね。で、あなたっていう人がいてコミュニケーション取らなきゃなと思っても、もう今日は疲れてるとか、なんかどうもそっちの方がね、ポンと来てるかなっていうところなんですね。そうね、ごめんね、なんか見に痛かったんで、もカードが出てる通りに読ませていただいております。でね、で、ワイツさんね、さっきのそのタイムラインの話なんだけども、
今この太陽っていうのがここにあるんですね、一番下にね。その上に、棺ね、棺と、そして蛇っていうのが出てきてるんですよ。なのでやっぱり今ご自分のお仕事の成功っていうのが途絶えちゃってるとか、ちょっとねやっぱり暗雲立ち込めてるなってことはここでも言ってきてるんですね。でその恋愛っていうことが今お相手さんにとってみたらちょっとなんていうのかな、やっぱ難しいなっていうのがね、ここ真下蛇でしょっていうの来てて、状況的にも今後ろに十字架抱えてるってことは今やっぱ自分厳しい状態って言ってるんですね。とはいえそこにやっぱ何もね魅力感じてないかっていうとそうではなくて、自分がこの太陽をもう一回自分のそばに引き寄せられた時に初めてこの花束っていうのをゲットできるかなっていうのはふわっとしたところであるってことなんですね。でこの方ねそもそもすごく才能ある方だと思うんですよ。すごく例えばデザインセンスがあるとか、もしくは人間的な魅力が強いとかカリスマ性があるって方もいらっしゃると思うんですね。で何か行動しようってなったらすごくチャンスつかむのも上手だし、あとフットワーク軽いっていうようなねそんな人でもあると。だから本来はすごくねこうパンパンパンって感じですごいね動けるそんな人でもあるんじゃないかなっていうところではあるけど、そんな人にもかかわらず今ちょっとなんかすごい厳しい状況っていうのが身の回りにあるから、まあちょっと恋愛どころじゃないのかなってことを言ってます。なんかね周りに割と揺さぶられてるってね、そんなイメージですね。でじゃあお仕事っていうのであえて見てみますが、ここなんですね。なんとかすれば動かせるんだけどってことで、今やっぱすごい勉強してたり資料を集めてたりとかね、そういったとこではないかなってとこなんですね。やはり今ちょっと先行きが不透明だったり、何かお相手さんの手が止まってるっていうかね、こういうふうに進もうって思ったことにできないっていう状態があると。ただこの仕事自体っていうので言うとお相手さんの才能もすごく活かせてるし、そうなんですよ、今までやっぱりうまく進めてこれたって。で今までも厳しいことをちゃんと災い転じてでね、そう上手に利用して進めることができたから、今この厳しい局面なんだけど、まあそこはねちゃんとまた、持ち返してっていうかね、復活してみたいなことはきっとできるってこう自分に言い聞かせてるっていうような状況がありますってことですね。じゃあ気になる、お相手さんから見た A さんね。そうここで言う A さんは実際の A さん云々っていうよりはお相手さんから見てっていうとこなんですが、まずね今お相手さんから見てやっぱあなたがどうっていう、あなたがどういう人っていうのもちょっと見えてないし、そこに思い至らないっていうのが一番近いかと思います。今 A さんがこうしたいんだろうなっていうところまでお相手さんの考えが回ってないなっていうところなんですね。で A さんっていう人と自分とちょっと似てるっていう部分は認めてます、この方。そうちなみになんだけど、ちょっと裏的な情報なんだけど、このね A さんがいらっしゃる場所ってライダーの場所なんですね。でライダーの場所はここお相手さんの場所なんですよ。だからだしね、あとここのちょっとこうミラーっていう位置関係にあるのもあって、そういろいろねあなたをこうミラーの条件がいろいろ揃ってるんだけど、やっぱ自分にちょっと似てるものはすごい感じてるってとこなんですよ。そうちょっと自分を見てるなっていうそんな気持ちすら持ってると思います。なんか似てるなとか、自分もああいうとこあるなとかね、なんかそういったのを A さんにちょっと重ねてるなっていうのはすごく言えるところですね。でA さんなんだけども、結構一つの恋愛が長いタイプの人というふうにまず見られてるなっていうとこですね。中にはこの A さんとの関係が長い、ある程度長く続いてるななんて、そんな人もいらっしゃる。ただこれがそうだな、お相手さんとの関係が長いなっていうのがまずそこがあるっぽいですね。もしこれが物理的にね、いやそんなん出会ってそんな経ってないですよって方だったら、もしかしたら長く続く
ね、関係性かもしれないなって見てる人もいる。ただこれが A さんとのことがやっぱ今後どうなるかって言われたら、今の自分の状況もろもろあるんで、これから先、例えば A さんが自分のことを好きでいてくれるかなって言われた時に、いやそこ正直わかんないよねっていうのがあります。明るい面っていう面でいくと、A さん自身はお相手さん目線だったんですよ。なんかいろいろねうまく進められたりとかしてる、そんな人っていうふうにも見てるし、あなたもお相手さんから見たらすごくね才能があって魅力的な人だなっていう位置にいらっしゃいます。はい。では気になるところ聞いてみましょう。まずお相手さんのあなたに対するお気持ちね、それここが表してきてますが、非常にいいんですよ。ね、ここを中心に見た時に星、魚、ユリ、指輪っていうねすごいんですよこれ。もう全部なんか恋愛関係に来てほしいのが全部集まってますみたいな、そうとこだしね。ただもしかしたら A さんが目上っていう可能性もちょっとあります。それかね、自分のその女性の家族に似てるなんて人もいるかもしれない。また似てるってキーワード出てきたけども、はいっていうことです。ね、で、一異性として、あなたが、A さんが男性でも女性でもね、一異性として非常に魅力感じてるし、ね、あらそうなったら素敵ねってやっぱり思ってる相手、なんだったらちょっとそうだったらいいなというかね、憧れの対象でもあるよってことだし、すごく素敵だなって、一緒にね付き合ったりどっか出かけたりしたらすごい素敵な相手だなって見てますよねってとこなんですね。そうただまだなんかねお相手さん的には伝えきれてないっていう部分はちょっとそこは気になるけども、基本的にこれは非常に惹かれてるよって見ていいと思います。そうなんですよ。でね、お相手さんから見た A さんの素敵なところっていうのが、物事を進めるとこであったり、時に力強さであったりね、そういったとこでも同時に家庭っていうのも来てるので、親しみであるとか、そういった部分もある。だから、例えば社会人として何か進めるであったりね、そういったいわゆる男性性的な部分をしっかり持っているのと同時に、家庭的な部分っていうのも垣間見えるっていうところだったり、あとやっぱり自分にちょっと似てるっていうのが、そこはプラスの要素として捉えてるなっていうところです。あとね、もしくはね、このお相手さんのことを好きなんだっていうことが、お相手さんにとってはそれは魅力でもあるということを言ってる。これはもちろんもちろん C さんの気持ちがお相手さん知れてたらという条件ではあるけれども、はいということですね。じゃああとね、このお相手さんね、なんていうかな、お相手さんのその今結婚してるしてないとかいう条件によっては、恋愛からそういったね結婚に発展したらいいなって気持ちあるんですよ。ね、だからなんていうか本当憧れというか理想としてはそうありたいっていうのを非常に強く持ってるんですね。だから非常にもったいないですよね。これなんとかしたいんだけど。でね、そうですよね。ここね、実はここ星の位置なんですよ。だからやっぱり憧れ的な部分で A さんと結ばれたらすごい素敵だなって思ってるんですよね。思ってるんですよ。本当思ってるんですよ。この位置だとね。そう、このカードはそう言ってる。そうなんですよ。でも、じゃあ今何が邪魔になっているかっていうと、すごいね、この二人の障害のところに家と庭っていうのが出てきてるんですね。でどっちも人間関係とか人の集団を表すカードで、かつこの場所っていうのも庭の場所なんですよ。だからここ入れ替わってスイッチしてねリンクし合ってるんだけど、人の集団ですねっていうのがまず2人にとってはというか、お相手さんにとっては特になんか今ね悪影響をこの関係に及ぼしていると。でこの行方っていうのが
お相手さん的にどう扱っていいのかわからないっていうところで、長い間この集団 A ねっていうのがあったんだけど、なんか長い時間かけて物がうまくいかなくなったとかっていう要素もちょっとあるみたいで、今この集団の中に問題があるっていうのは分かってるけど、じゃあどこが問題なのかって言われるとちょっと分かんないみたいなんですよ。何がどこがどう悪いのっていうのがね、その周り的にじゃあなんか事件が起きましたって、その事件は分かったとしても、じゃあその事件に対してどう改善すればいいのかって分かんなかったりとか、歪みが出だした段階がどこなのかっていうのが分かんないのか、ちょっとねそういったことがありってことなんですね。そうなんですよね。だから仕事も進まなかったりするし、仕事、おそらく仕事のこととは思うけど、お相手さんを取り巻く、もうお相手さん一人の問題じゃなくて、お相手さんの周りも含んだ問題としてどうなんだろうって、かなりストレスもかかってるしねということなんですね。で、それが直接的にっていうより、本当にお相手さんの頭をこっからここ全部締めてるような感じなんですよ。で、そうだ、お相手さんの下にヘビが出てるでしょ。で、ヘビっていわゆるライバルっていう風に読まれることが多いし、今回そういう風に読むんだけど、もちろんいらっしゃらない人もいると思いますが、グランタブローは絶対ヘビどうしても出ちゃうんですね。で、そのライバルいませんよって方、今少しね飛ばしていっていただければと思いますが、もしライバルがいるっていう方だったら、ここライバル中心にこう見ると、ライバルにとってお相手さんの存在っていうのはすごく重要視されてるだろうなってとこなんですね。で、ものすごい近いんで、そうね、今どうしても C さんよりも物理的に距離が近いとか一緒にいる時間が近いっていうのはあるんだろうなってとこなんですよ。で、このヘビさんもそうだな、やっぱこう家族の位置でもあるので、家族説が非常に濃厚と、それとか長く付き合ってるって可能性もあるってことだったりするし、この方非常に才能あふれてるよっていうことだったりするんですね。ただ下に結構ね、家族とも言ったけど仕事も絡んでる可能性非常に高いんですよ。だ下にこうね、棺が来てるので、お相手さんから見た時に感情でつながってるっていうよりは、この方の能力とかでつながってるって可能性は非常に高いってことです。で、A さん同様、このヘビさんとのこともこの先ってやっぱないんですよね。ただ本当に猛烈に近いところにいらっしゃるよねっていうのは、そこは否めません。でも気持ちすごい、これ A さんに対しての気持ちの位置なんですね。すごいすごい惹かれてるんですよね。なんか真ん中の方にそう気持ち関係が寄ってて、でも実際遠いよねっていうね。なんか外堀厳しいんだけど、中はちょっとふわふわっと暖かいなっていう、そんな感じなんですよ。で、この蛇もこの山も含め、どう解決していけるかっていうの、この鍵がまさに鍵を握ってるんだけど、言っていいのかな。これ本当に当てはまる方だけ拾ってほしいんですが、お相手さんね、さっき精神的な支えうんぬんって言ってたけど、割と皮膚でそれ感じる人かもしれません。そうなんですよ。でね、可能だったら本当に軽いボディタッチでもいいんで、そういったのがあると割と気持ちも動きやすいとこもあるかもしれない。で、それがね、なんで鍵なのかっていうと、結局今すごいいろんなことで疲れて自信ない中で、皮膚感覚でエネルギーチャージみたいなのをもらうと、お相手さんのやる気とか勇気とかね、そういったものもパワーアップして、でこの9割方占めてるゴタゴタっていうのを現実的に解消
で、どこまでだっけでね、そうそう、正直ね、わかりにくいでしょ。私もわかりにくいんですよ。わかりにくいっていうか、なんか、ごちゃっとしてんなって感じなんですね。でごちゃっとし、いや、違うな。ごちゃっとしてるっていうよりは、頭持ってかれてるなって感じなんですよ。でね、ここを見ようと思うんだけど、そうそう、触れ合いがあった方がいいんじゃないかって話をしたところ覚えてますが、それでね、で、とはいえ、それできてたら世話ないよって思ってると思うんですよ。で、お相手さんもそれは分かっていると。ね、だからちょうど二人のね、中間地点にあるんですね、このカードね。うん。そう。だから、不可能ではないんだけど、実際それって難しいよねっていうのはカードも、はい、分かってますって言ってるようなね。そんなイメージなんですね。だからここも言ってるんだけど、じゃあこの、おやつさんがね、元気取り戻すためのタッチみたいなのができるかっていうと、その状況すら今立たれてるよねってことはここで言ってきてます。ね。でね、わかる。これどうすんだいっていうね。ね、っていうか、どうすんだいっていうかもうね、これおやつさん視点だと、もうね、難しいっていうそこしか出てこないので、難しいというのはね、その A さんが難しいんじゃなくて、A さんに対してはすごいいいんですよ。ね。先見えないというかもう今で一生懸命みたいなので、もう聞く相手をカードに変えようと思います。この二人ね、この先、どうなる？はい、お願いします。まず、お相手さん、どうなると、そうね、お相手さんの仕事の流れと、二人の流れとね、ちょっともらおうと思います。まずね、仕事の方は、まあ、バッタバタするだろうねってとこなんですね。ただ、動きがないっていうんじゃなくて、なんかそう反応してやるべきことっていうのはいろいろ、まあ出てくるだろうねってとこなんですよ。で、これが、いつ収まりますかみたいなことで言われると、まあちょっとわかんないねっていうのはそこはあります。ただまあ、しばらくこの状態は続くのではないかなっていうことだったりすると。そうそう。っていうことを言ってる。ちょっともう一個もらおう。そうだよね。なんでね、まあ、この先って言っても3ヶ月ぐらいではあるけど、やっぱなんだかんだお相手さんのその力というかね、注意力っていうのは仕事の方に割かれてるっていうのはそこは変わらないとこではあるでしょうねっていうとこなんですね。でもですよ。ここで、ワンドのナイトとマジシャンね。これが2人っていうのでもらってるんだけど、なんか前進するよって言ってるんですね。非常にここに来て急に開けてきましたが、ちょっともう一個もらいます。はい。ねえ、なんかあるっぽいですわよ。なんかある。例えば、確かにワイトさん忙しい状況は変わらないっていうことではあるけども、余裕ができるのか、逆に自分ここまでだなっていうね、限界が見えるのか、少し時間できたりなんてこともあるかもしれないよねっていうとこなんですね。だから二人の間、なんだかんだ進むんじゃないかなってとこで、ここすごい欲してると思うんですね、ワイツさん。この癒されタイムね。そこが始まるって可能性結構ありそうってことなんですよ。ね。カードはそう言ってる。確かに今の状況って良くないよねっていうね。良くないだよねってしか言えないけども、でももしかすると、ね、この二人っていうユニットで考えた時に、そのお相手さんがその真に求める人が誰かっていうのが分かるいい機会になるかもしれないねってことをね、はい、このカードたちは言ってきてる。ね。本当に辛い時に一番そばにいて、なんか安心したなって思える人っていうのが誰かっていうのが分かるいいチャンスといえばチャンスかもしれない。アースね。落ち着くって意味のね、カードとして今捉えております。一番の落ち着きどころとか、お相手さんが安心できる状況っていうのを、やっぱね、
求めるっていう流れでもあるみたいなので、じゃあそこでね、じゃあ今後先展開が何か起こった時に A さんと一緒にいるのどうかなっていうふうに、試すって言ったらねちょっと表現あれだけど、実際に、会ってみた時にお相手さん自身がどう感じるのかなってことが、何もない状況の時よりもよりはっきりわかるっていうね、そういった流れを持ってるのではないですかねってことなんですよ。だからこのマジシャンっていうのはここに来てるんだけども、すいません、ごちゃごちゃになってね。どういった形であれ次に進むっていういい転機のきっかけなんじゃないですかねって。ここがお相手さんがすごい調子よくてスパンとね、これってやれてる時だったら、お相手さんのペースっていうのが強くなっちゃって、弱いとこ見せるとかいう発想すら湧かなかったりすると思うんですよね。でも今この状況だと一番しっくりくる人とかね、関係性っていうのを肌身で、本当に文字通り肌身でお相手さんが感じれるっていういいきっかけではなかろうかってことなんですよ。で最後ね、このお相手さんがわーっといろいろ考えた最後の3枚がここで始まり、コミュニケーションとの難しいなで始まり、ごちゃごちゃっといろいろ考えて最終的に帰結するところね、収まるとこっていうのが鎌とコウノトリと太陽ってことで、いろいろあって今やっぱ厳しいってね、やっぱ厳しいよねって言ってて、今やっぱいろいろ会うの危ないかなとか、離れてるからもうこのまま離れるのかなとかあるけど、でもこの先状況が変わったりした時にもっといい関係性になるんじゃないかなっていうところで自分を落ち着けてるってことをね言ってる。じゃあちょっとここのね、このお相手さんの抱えてるその問題云々に関して言うと、これおそらく A さんがね関わってることではないと思うんだけども、でも A さんができることって何かありますか？これはい。あら、このカードでそうだな、ちっちゃいこととか些細なこととかちょっとしたことを大事にしてねって言ってるカードなんですね。ちょっとしたお相手さんの変化とか、ちょっとしたその流れ的なものとか、そういった細かい変化っていうのに注意しとこうってことだったりする。で、お相手さんと接点がある程度持てますよって方は本当にその顔色であるとか、ちょっとしたその言葉の使い方であるとか、小姉とか、そういったことをよく見てあげようってことを言ってる。で、接点がもうやっぱね、接点取れませんよって方もいらっしゃると思うけど、失礼しました。そういった方はどうしたらいい？はい。そういった方はなんだろうね、お相手さんに遠慮しなくていいんだよっていうふうに言ってるんですね。例えばご自分も今すごくあたあたしててっていうとこだったら、まず自分のことを優先してっていうのでやってもいいと思うんですよね。このカードが言うにね。それとかね、こういった状況に置かれてね、会えてない方ね、やっぱり苛立ったりとか、なんでって気持ちがすごい強くなると思うんですけど、それをじゃあお相手さんが大変だから我慢しようみたいに変に我慢しなくてもいいのかなってことを言ってるんですよ。これを実際お相手さんに言うかどうかっていうのはね、状況とかにはよるとは思うんで、ここでね一概に言えばいいとは言えないですよ。でもただ少なくとも A さんの中では、いやお相手さんがこういうふうにね自分のことを放ってることにすごい腹が立ってるっていうことを自分に認めて、でそうだ怒ってるんだってことをね自分でそうだって言ってあげるっていうね、まずそこからでもいいかもしれないってことです。でその上でもしまた接点できた時にちっちゃいことをね見逃さないようにするっていうのは必要になってくるかもしれないよねってことを言ってる。自分が今感じてることをね、もし何か通信手段があるんだったらそういったので述べてみるっていうのもやってもいいのかもしれないなっていうところ言ってきてます。はい、というわけでリーディングをここまでとさせていただこうと思います。ちょっと途中ね、私もこれは
何なんだろうというシーンがいろいろあったんで、分かりにくいとかあったら非常に申し訳ありませんでしたが、でもね、何かあなたがねこの A さんのこの話通じてあーって思うことがあったら、そこからヒントにしていただければと思います。はい、ではね、コメント欄用の音、はい、絵文字をお決めしようと思います。節制か。まあ今ね、本当節制ですね。本当バランスを作っていくってそのタイミングなんだけど、じゃあちょっとね、この節制ちゃんカードね、この8割ちゃんカードから少しヒントをいただいて、まずね、言葉で書く方は、この流れ、結果良くなるっていうね、はい、というふうに書きましょう。この流れ、結果良くなるです。はい。で、絵文字で書くっていう方は、ドリンクのね、はい、飲み物とあれば川ね、はい、の絵文字をここに並べていただければと思います。はい、というわけで、こちらね、A の節制のカードを選んでくださった方のリーディングをここまでとさせていただこうと思います。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。はい。では B ですね。こちら。はい、最後の審判。こちらのカードを選んでくださった方のリーディング始めようと思います。よろしくお願いします。はい。ではね、早速いこうと思います。まず、プロローグとしてね、B さんとお相手さんについて2人の基礎知識をいただいて、その後で、はい、何考えてるのかっていうのをルノルマンに聞いていこうと思います。では始めます。B さんとお相手さんについての基礎知識です。お願いします。はい、出てきたカードがですね、ちょっともうちょっと切れしようかな。はい、まずね、左からラバーズ、ソードの3、ペンタクルの6、バックカード、バックカードじゃない、補足が太陽。そしてカップの4とカップの6、そしてカップのエースですね。全部、これ正逆取ってますけど、正位置で出てきています。はい、そしてルノルマンがアンカー、クマ、コウノトリ、木というね、はい、この組み合わせです。でね、このカードで見ると、もうすでにお付き合いされてますよとかね、パートナーですよって方もいらっしゃると思うんですね。で、ではない、まだね、付き合ってないですよって方にしても、今割と2人の心が近いというかね、例えばコミュニケーションがわりかしうまく取れるようになりましたとか、それとか今までの頑張りが、功を奏してね、積み上がってきたものがあって、ですごいね、心が通じ合うようになったとか、なんか割とハートの部分が近いなって感じるようなことが合ってるのではないかなってことを言ってるんですね。そうそう。ちょっとなんか最近いいことありましたよっていう風に出てる方もいらっしゃると思うけども、それぞれ何年なり何日なりっていうね、歴史がある中で、ちょっといい兆しっていうのがここのとこ見えてきてるってことがね、このラバーズが教えてきてくれてます。まだね、日が浅い方とかだったら、なんかすごくピンとくるなっていうようなね、そういった感覚を覚えてるっていうパターンもある。で、このお相手さんについてですが、結構ね、優しい方なんだろうなっていうとこなんですね。かつ、なんていうかな、社会的には結構成功してるんだけど、ちょっとナイーブなところがあるとか、人によっては恋愛自体に抵抗感があるなんて人もいるかもしれません。抵抗感があったり、昔、そうね、ちょっと手痛い失恋をしたとかね、そんな方もいるかもしれない。そうね。で、今、この方が教える立場になって人を指導してるとか、人の手助けしてるとか、そういった状況があると。で、それもこれも、このお相手さんっていう人の、社会性に人がね、
お相手さんならっていうことで集まってきてっていうような、そんなことがありそうですねってことを言ってます。人よりも一歩上行ってるっていうふうに言ってるんですよ。なんで何かの実力があるとかね、そうそう、何かの先駆者とか、なんかお相手さんに何か話聞きたいっていう人結構多いんじゃないかなってことなんですよ。でもここ気になるんだよね。ちょっと聞いていいのかわかんないけど、ここをね、補足をもらいましょう。あとね、今社会的に成功してるってお相手さんの話をしたけど、もう一方であるのが、逆になんかお金儲けに抵抗感があるっていうパターンの人もいらっしゃいます。なんかちょっと極端に触れてるんだけど、実は結構すごい深い部分では、稼ぐとか、名が知れ渡るとかね、そういったことを望んでる部分が実はあるんだけど、そう片方のお相手さんはそこに素直に乗っかれてつかめてるってパターンなんですよ。でもう一方でいらっしゃるお相手さんは、そういったことがすごい欲してるがゆえにいけないって思ってるお相手さんもいるっていうね、ちょっとこれ2パターンに分かれるっていうところですね。でこれが恋愛でっていうのであれば、やっぱね、あともうちょっとでっていうところで、例えば裏切られたとか、事情で別れなきゃいけなくなったとか、そういったのを抱えてるってお相手さんもいるかなってとこですね。でね、これ B さんのエネルギーなんだけど、あともうちょっとなんだよなっていうね、そうなかなか気持ちが通じるよみたいなことがあったりとかねしてはいるんだけど、じゃあ大手がね打ててるかっていうと、あとちょっとなんだよなって、見てください、このあとちょっとなんだよな顔ね。あとちょっとなんだよなって顔しているねってことで、それここに来るのかもしれないですね。おやつさんの過去の経験であともう一歩ってとこであってダメになったみたいなのがもしあったとしたら、今言ってみれば B さんとのこともあともう一歩か、あともう一歩か、あともう二歩みたいなね、そんなところに今来ていて、ここであともう一歩踏み出したらまた前みたいにならないかなってことで尻込みしてるってことも、もうすでにねこのタロットの時点で伺えるとこですね。ちょっとここもうちょいもらう。 B さんはねどうしてほしいんだろう。もう聞かなくてもいいと思うけど、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだよね。カップの10ね、カップでペンタクルの10ね。それはその一歩ね、今9だったでしょ。そこから一歩踏み出して10に行きたいよねってことでね、完結したいっていうかね、この幸せな状態になりたいよねって、現実的になりたいよねっていう風に言ってるおやつさんの恋愛観ください。なるほどね、素晴らしい。おやつさんの恋愛観は正々堂々とね、誰に聞かれても OK みたいな、そういったことだったり、それとか将来性がある程度考えられたり、将来性というか、例えばすごい端的なとこだと、結婚を念頭に置いてとかね、そういったのもあったり、それとか、2人で先のことをねいろいろ計画立てたり夢描いたりできるような、そんな関係性。あとはお互いに嘘をつかないとかね。だから一緒に長くいるっていうのがどうもベースであるんですよ。っていうことが恋愛に求めてますってことです。でお二人ね、課題ね、これね両方とも優しさのカードね。優しさがいる。優しさがいるのと、あともう一個ね、感情を動かす出来事がいるかもしれないって言ってるんですよ。今割といい感じっていうところに今動かなきゃって思わせるようなアクシデントっていうか、なんていうの、イベント、イベント性のあることっていうのがいるかもねってとこなんですね。ちょっともう一個もらいますね。パーソナルパワー、そうだよね。それとかこれね、それとか
今いい感じなんだけど、ちょっと似てますけど、いや、好きですよっていうのをやっぱりどっちかが言うっていうね、そう気持ち、はい、ありますっていう風にあげてるでしょ。こうやって物あげてるでしょ。で、これも賞をあげてるんだけど、いや、自分好きなの B さんですよとか、いや、自分が好きなのおやじさんですよとか、そこだよねっていうことで、まさにこのあと一歩ね。そう、だから今 B さんが欲しいと思ってるこれですよ。ね、これカップこう渡してるでしょ。カップくださいってお互いに思ってるし、どっちかが動く時なんだよねってことを言っててね、これは何なんだろう。ちょっと聞こう。これ何なんでしょうか。切り替えがいるとかそんな感じかな。うん、そうだよね。そうみたいですね。これ、運命の輪ですね。ほら見て、逆位置あるんでしょちゃんとね。あるんですよ。そっかそっか。だから、案外、実はチャンスとかってあるのかもしれないんですよ。二人の間でね。そう。もう言えばいいのに、みたいな感じで、運命の方は言ってるんだけど、それを気がついてないのかもしれないってことを言ってる。そう。ね。ちょっと、あれもしかしてっていう、そのもしかしてをね、しっかり掴むってことがお互いに必要なのかもしれないって。これ、ね、ラバーズね、しょっぱなポンって出てきてるんで、ラバーズも太陽も出てきてるでしょ。ね、なかなかいい感じなんじゃないかと思いつつ、では、はい、ルノルマンさんにお相手さんのいろいろお考えなどを聞いていこうと思います。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。そう。ジェントルマンをお相手さんで、レディを B さんというふうにね、見立てます。実際の性別がどうこうっていうんじゃなくて、そういうふうに設定をさせていただきます。では始めます。急ぐ方はピッピッと飛んでってください。はい、まずはお相手さんはこのダークブラウンのフレーム。はい。で、B さんはこの、はい、ナチュラル色というかね、白っぽいやつですね。こちらが B さんです。そして、オイルノルマンです。はい、まずね、位置関係からいこうと思います。お相手さん、B さんってことで、近くもなく遠くもなくっていう距離ではあるけど、目線はね、お互いの方を見てるよっていうところですね。で、これあくまでもお相手さん目線ってことなので、B さんサイドから見てっていうね、話は入ってないんですよ。でね、お相手さんから B さん見た時に、B さんの方が上にいますよね。ってことは、少なくとも、B さんの方に権利があるとかね、優位性があるとか、B さんの方がお相手さんから見たらパワーバランスが強いっていう風に見てるっていうのがあります。あと、この位置っていうのがね、熊の位置なんですよ。で、熊って例えば上司とか目上とかそういった意味合いあるんだけども、時に母親って意味もありますが、お相手さん的にすごく B さんってある意味こう力強い存在として見えてる。っていうのもある。そういったのもありつつ、本当に目上って方もいらっしゃるだろうし、少なくとも精神的にかなりしっかりした人だなっていうふうに見られてるっていうのがまずパッとね一番気になったとこです。はい。ではね、まず全体図ね。このお相手さんが B さんとのことっていうのを考えた、脳内を絵にした時がこのねマップになるんだけども、全体的にこんな感じですよっていうふわっとしたのがユリ、キツネ、鬼は犬っていうのが出てきてます。なのでここで言えるのは、なかなかにね B さんっていう人をセクシーな人だなってまず思ってるなってとこなんですよ。で、お相手さんおそらく B さんと会うのを結構楽しみにしてると思うんですね、これ。このねふわっとした感じだから、イメージ的に
ちょっと峰不二子っぽいっていうかね、知らない人ごめんなさいね。そう、すごくできる、なんかセクシーな人みたいな、そういったイメージがまずふわっとあるんで、全体的なトーンとしていい感じなんですよ、まずね。ね、おめでとうございますって感じなんだけど。そう。そしてね、結構、その B さんっていう人がやっぱり賢いであるとか、おしゃれだなと思ってる人もいるし、うん、そうね、会うのすごくあったらあったでね、ごめんなさいね、噛んでね、あったらあったですごく親しみも感じるしってことで、なんかいいとこ取りみたいなイメージがまずポッとあるんですね。ではまず最初に何考えますかっていうと、ゆり、雲、鳥ですね。でね、ここちょっと面白いんだけども、すごくすごいなみたいな、すごくすごいな、そう B さんなんかすごいなみたいなイメージがあるので、自分ちゃんと喋れてるかなとかね、この間なんか言ったことってちゃんと伝わってるかなとか、そんな感じのことをまずほっと言ってくるんですね。で、もしくはそのお相手さんが苦手意識云々っていうのが本当にあるんだったら、自分的にはやっぱすごく素敵だなと思ってるんだけど、どう接すればいいのかなっていうかね、何話せばいいのかなとか、なんかね、そんな感じのことを言ってるね。そう、なんかなかなかやっぱナイーブな感じがここでもね、お相手さんのナイーブさっていうのが見えてくるとこですね。ちなみにね、お相手さんの願望先もらっていいですか？ちょっとね、どうなりたいのかなっていうのをちょっともらいます。あった。ちょっと待って。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ホープ、夢がある、希望がある。そうだよね、虹ね。これいいカード。ちょっとこれキープとしてもらっときますね。じゃあまずそれぞれのとこをちょっと見ていこうと思います。で、お相手さんがここなんだけど、まずお相手さんという人は結構人間関係がいっぱいある人とか社交的な人だったりするし、人との交流が何かと多い人だとか、人脈が多いとかね、そんな人ではないかなってとこなんですね。で、あとこの方動かすとしたら、これ非常にいいとこにあるんだけど、やっぱね、この方人に何か教えたいっていう欲求非常に強く持ってる方ってことなんですよ。教えたいとか手助けしたいとかね、自分が持ってる能力ってものが誰かの役に立つかもって思ったら、やりたいなって。同じようなね、仕事が3つとか、ここの3つとか4つとかあった時に、どれか1つしかできないってなったら、どれだけ自分の能力を喜ぶ人がいるかってことで選ぶような、そんな人かもしれない。っていうところがある。あとね、逆に自分が学べるかっていうね、自分の才能を生かす、学びがあるかっていうのが判断基準になる時もあります。どっちかというか、そうですね、どっちかですねっていうところです。そしてこの方なんだけど、すごい、お相手さんね、ここ、ごめんなさいねって話ので、さっきここね、イベントとかうんぬんって言ったけど、ここ、お庭の位置なんですよ。で、お相手さんが本来いるのここなんで、ここリンクし合ってるんですね。そう。なんかお相手さん本当に、周りに人が多いとかね、本当そういった人みたい。ね、そう。賑やかなのが好きって人もいらっしゃるし、好きかどうかはともかく、でも本当にそのイベントごとには何かとご縁のある人じゃないかなってとこですね。そう。でね、でも何を迷ってるんだろう。ちょっとここをね、補足してもらいましょう。何を迷ってらっしゃる。ちなみにこれ、あなたの真上にいらっしゃるんですね、ワイトさんね。面白い。迷ってるね。ソードの S の逆ね。迷ってるとしか出てこない。歯切れ悪って感じしますね、これね。この方のいらっしゃるね、お相手さんのいらっしゃるタイムラインで、なんか結構厳しめのカードが多いんですね。雲で十字架でお相手さんで道ってことで、やっぱ何か選択しないといけないなっていうターンにはいらっしゃるっぽいんですよ。この何かっていうのはそも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  B さんのことなんだけど、でも今
自分が今まで、自分の今までね、お相手さんの過去の経験っていうのが、その判断を鈍らせてるっていうふうに言ってる。で、さっき言ったその歯切れが悪いであるとか、違った状況を作り出すってことが、一歩やっぱり引き出せないでいらっしゃるんだろうなっていう、そんなタイムライン上にいらっしゃいます。ね、なんかやっぱりねって感じなんだけど。で、この人、あとね、他にこのお相手さん情報ね、ここね、クマいるでしょ？ B さんクマなんですよ。なんかね、ちょっと語弊あるといけないけど、そう。で、すごいやっぱ見てるんですよ、B さんのこと。ね。で、このお相手さんのお仕事とか、公的な立場とかね、なんかあんまそこ気にしてなくて、B さんのことすごい見てるんだっていう位置っていうかね、もう位置関係でそうなってるんですね。ただなんか、ってなんか昔の、トラウマ的なものがね、すごいはっきりさせないよってすごい言ってくる。ね。でね、ここ B さんなんだけど、これは実際の B さんっていうより、このお相手さん目線での B さん。で、さっきも言ったように、お相手さんより高い位置にいらっしゃるってことで、お相手さん的にはちょっとパワーバランス的には自分の方が下って思ってるんですよ。それとか、あなたに選択権があるっていうことかもしれない。場合によると、ここの読み方ね、ちょっと違う読み方するんだったら、自分が選ぶ立場にないって思ってるお相手さんもいらっしゃいます。B さんの方が選択権がある。ね。ってことですね。で、B さんっていう方はすごく、もうしっかりした方ですね。最初言ったように、熊の位置にいらっしゃるんで、そう、なんかすごい人だなっていうのがまずあります。中には、そうね、母親の位置でもあるので、母という方も少なくないでしょう。B さん自身がね。で、B さんって、ちょっとコンサバに見えてるとこもあるかもしれない。保守的とかね、古いものを大事にするとか、そう、そんな人に見えてる。あとは、やっぱね、真下にここね、アンカーあるでしょう。これも安定性を示すので、しっかりしてるなっていうね。そう、だから恋愛ごとにおいても B さんって安定的だったり、本当にしっかりしてたり、すごい見る目があったりね、そういった人として見えてるんじゃないかなってこと。でね、やっぱね、B さんがこの恋愛を進めるのも終わらせるのも B さん握ってるっていう風にここでも言ってきてるんですね。ね。B さんね、ごめんね、ちょっとあくまでもね、今、お相手さんサイドの今のあれなんでね。はい。でね、って言ってる。ただ、できれば、B さんもきっと、この関係進めたいなっていう風に言ってたし、そうなんじゃないかなっていう期待ね、ホープね、っていうのは、お相手さんは思ってくれてるんじゃないかなって思ってるって。B さんがそういう風に思ってんじゃないかなって思ってるって。ただ、とはいえ、B さんが何かものすごく堅実な考え方で決断は下すんだろうなと思ってるし、 B さんが進めるも止めるも、そう B さん次第だなって部分がどうも強いってことを言ってるね。はい、 B さん視点では分かりません。はいね。でね、お相手さんにとっての B さんの魅力っていうのをここに委ねておりますが、ここ、さっきもねちょっと絡んでたんで同じ話が出てくるけども、知識の場所なんですよ。知識ね。そう。学問とか。なので、すごく、例えば、専門知識があるであったり、話術が上手なんて人もいるかもしれないし、あと、いろいろもの知ってるなとか、勉強っていうんじゃなくても、例えばメイクとかでもいいけども、ね、メイクでもなんか推し活のことでもいいけど、このことについてすごい知ってるなっていう部分があると。だからそのこと自体が自分にメリットがあるかどうかっていうんじゃなくて、それ何かすごく話せることがあるとかね。これといえば B さんっていうのがお相手さんの中にあって、それが非常に素敵に見えるってことを言ってる。ね。なんか下にやっぱりまた本のカードも出てきてるので、場合によるとね、教えがいがあるってパターンもあるんだけど、とにかく知識を吸収するとか、知識を持ってるとか、そういったことが B さんと結びついて見えていて、非常にお相手さんにはそれが、美しくね、素晴らしく見えてるってことだし、さっきね、オイルノルマンした時もここで出てきてるので、非常にここ大事な部分で。で、お相手さんをね、動かすものも知識っていうのが絡んでくるよっていうのがあったように、このカード
思ってるあなたって相当強いんだと思います。お相手さんにとってね、存在感として非常に強い人ではないかなって。そうだからお相手さんの中でここはね、ハウスインといって非常に強いカードです。そう32番が32番のところに来てる。非常にあなたに対して実は感情は動いてるんですってことを言ってます。ね。でお相手さんから見たあなた、お相手さんから見た B さんのタイムラインがここの上にあるけど、非常にこれも素晴らしい。太陽とアンカー、そしてコウノトリってことで、もうなんか人生すごいうまくいってるっていう風に見えてるってことですね。すごいでしょ。すごいんですよ。でお相手さんからの B さんへのお相手さん自身の気持ちねっていうのがここね、もうお相手さん B さんハートっていう風に並べてるんですね。そうでここがね、でもね、さっきのソードの3ですよこれ。もう本当にこの蛇とムチとネズミが言ってみれば3本のソードそれぞれです。ここですね。まさになんか分解したような配置。無理なんじゃないかなって思ってるんですよね。あなたがどうっていうんじゃなくて、過去の経験なり、例えば自己肯定感なり、そういうのがあって、お相手さんハートはあるけど矢が3本やっぱり刺さっちゃってるってことを言ってるんですね。それは例えばお相手さんから見てあなたがすごいある種目上感覚っていうのがあるんだったら、その目上、年上っていう意味じゃないですよ。目上的な立場のあなたに自分が言っていいものかって思ってるパターンもあれば、お相手さんがなんかこんな自分が恋愛なんてって思ってるパターンもある。それとかさっき言ったみたいな、このままあと一歩進んだらまたダメになっちゃうかなみたいな風にちょっとネガティブに考えちゃってっていうのもある。そうだからそれもあって迷ってるんですよね。あなたに行くかやっぱり迷ってるっていうこともここで言ってきてる。とはいえお相手さんはこのねクマになぞらえた B さん見てるし、ハート見てるし、育っていくなとも見てるっていうねってことなんですよ。ね。でじゃあ実際付き合う云々とかってことに関してどう考えてるかっていうのがこの指輪ですね。でここはねコウノトリの位置なんですよ。コウノトリ、コウノトリです。コウノトリです。あなたの上にいます。ってことでね、憧れてますなってとこなんですよ。そうだったらいいなって思ってる。そういう風になったらいいなって、自分のこの考え方とか上手にクリアして指輪ね結ばれるっていうね、その流れに持ってけたらいいって思ってる。ね、横にあるのは船なので、本当に思い切った移動ですよ。船っていうのは思い切った形で大きく動ければいいなって思ってますってことです。下にはあなたの魅力もあるってことだし、あなたのね、わかります？この B さんの延長線上にあるんですよ、この指輪ってね。最終的にはそういう風に進めばいいなってね。なのでね、ここヘビ出てきてるんで、ヘビはね絶対出てきますよ。グランタブローなんでね、36枚使ったら36の7番目ヘビなんで、いわゆるライバルイオが今も出てきてますが、ここではお相手さんのトラウマ的な部分って捉えるのが一番自然かと思います。進めたいけど今ちょっと自分でわかりますこの B さんとお相手さんの間に障壁になってですね、自分でこの壁取っ払わないことには難しいよねって。でも B さんってある種すごく力強く存在として見えてるので、もしかしたら B さんサイドからバーンって破るっていうのもできるのかもしれないと思ってる節もありますね。はい。でね、じゃあここについてもうちょっと見ていこうと思います。ヘビね。でヘビね、さっきも言ったように絶対出てくるんですけど、今ちょっとあえてライバルっていう風に見ますね。でいやいませんって方はね、ここはちょっとスルーしていってください。でヘビさんなんだけど距離的には近いとも言えるし、B さんとそう変わらないとも言えるような距離感なんですよね。でここはちなみに家の場所なんですよ。横家あるでしょ。なんかもしこのヘビさんっていう方が存在するのであれば、家族配偶者
ってパターンが多い。同棲してるとかねってことが考えられる。で下にでも無知来てるので、この方自体が何かと厳しい人っていうのもあり得れば、でもうなんかコミュニケーションは取らざるを得ないよねっていう、そんな位置関係にあるってことをここで言ってる。でこのお相手さんから見て、このライバルさん、ヘビさんっていうのは何考えてるのかわからない存在です。ちょっとよくわかんない。コミュニケーションを取ってるから、一日今日何してましたよとかね、そういったのはわかるんだけど、ちょっとね読めないっていうところがある、そんな人だなってことです。でこのヘビね、ちょっとここと絡んでくるんだけど、2人が結ばれるためにやめないといけないことっていうのが指輪なんですよ。要は今ヘビがいる、婚姻関係があるとか、付き合ってますよっていう約束ですよねっていうのがあるって、そこを断ち切らないといけないなっていうのは、ここのヘビ関係で言えるとこです。では、このねライバルっていうヘビさんいらっしゃらないって方も含めて、2人にとっての障害になっている部分っていうのが山ですね。でここは手紙の位置で、かつこの並びなので、気持ちは通じ合ってるんだけど、そうで周りのね押さえてるカードもすごくいいんですよ。でも例えば2人についての先の話ができてないであったり、カンバセーションね、いわゆる会話みたいなのだといい感じだし、そうなんだって通じ合える部分あるんだけど、なんか肝心な部分が伝えてないなってとこなんですよね。それはやっぱりね、二の足踏んじゃうっていう2人の間にやっぱすごい隔たりっていうものがあるので、ここがあるからやっぱ肝心のこと言ってないよねっていうのが山なんだっていうふうに言ってます。でこれを解消するためにはどうすればいいかっていうのがここ、やっぱ B さんなんですよね。 B さんが伝えるっていうことだったり、 B さん、あとねちょっとこれどうかなと思うんだけど、例えば導きであったりね、運であったり偶然であったり、そういった要素もいるかもしれないってとこなんですよね。だからちょっとふわふわっとしてるんでね、ここ足しましょう。他なんか問題解決の鍵あったらください。ファイヤー、情熱家、なんか思い切ってやっぱ突破するとこですよね。思い切りね、これはだから B さんもだし、もちろんお相手さんもそうなんですよ。なんかこうねって言ってるんじゃなくて、ちょっと思い切って伝えきれてないなって、もやっとしてるなっていう、ここもそうなんでね、そこをちょっとなんかアクションを起こしてみるとかね、そこなんですわってことなんですよ。分かってるよねっていや分かってる、そこは分かってるんだよってとこなんだけど、でもそうなんですよってことでね。あとはね、ちょっとお相手さん今ね、お相手さんの世界って言ってみればこの4列目より左側にあるとこなんですよね。でね、ふわっといいなと思ってる状況を楽しんでるとこもあります。ちょっとあるね。ここ、安全といえば安全じゃないですか。ここ打ち破らないのでね、チャレンジって何でも怖いんだけど、そこを打ち破るって分かってるんだと思うんですよ。でもなかなかね、この辺言ってみればブロック的な部分なんで、難しいよねってことではあるけど大事なのね。でもやっぱすごい惹かれてんですよってことで、あとそうだな。でね、こうふわっていろいろ考えたんですよね。でもふわっといい感じだなって、素敵だなと思ってる B さんに対して、まずね、なかなかいいと思ってるそれをちゃんと伝えきれてない中から始まり、どこで終わってるかっていうと、ここね、クローバーと本と犬さんね、ふわっといいなと思って伝えたいなと思って、最終的にはそれを上手に伝えられる機会があったらもっと仲良くなれるかなっていうね、なんかねラブリーに終わってるんですね。
だからよしこれをどうにかして突破しようみたいな話ではないけど、でも全体的にやっぱりいいイメージで終わってるんですよ。ね、わかります B さん、これどうなんだいって話でね、お相手さんが今考えているのはそこまでということで、じゃあカード的にね今後の2人の展開をもらっていこうと思います。はい、お願いします。頑張るかもよ。頑張るかもよ。これなんだっけ、ワンドの9とカップの3とペンタクルの3、これ逆ですね。これちょっと飛んだんでね制逆よく分かりませんが、そして女帝ですね。シェアファというのというカードなんだけど、いつもと違うパターンとかっていうのをお相手さんが見せてくるかもしれないですねってとこなんですね。でそれってその見せるためだってやっぱりこう伝えたらっていうのがね欲求としてあるんで、なんかねちょっといつもと変な感じだなっていうかね、なんかいつもと違うねみたいな、はい、そういったことが起こるのではないかってことなんですよ。で普段だったらここでお相手さんがねB さん手伝うよって言ってきたりとかするようなターンなのにあえて来ないとか、なんか本当にいつもとなんか違うなみたいなことがどうもありそうと。でね、ただそれはお相手さん的になんかを B さんに伝えようとして変な感じになってるっていうね、そうだからチャレンジしてくるのではないかなっていう、そんなイメージですね。あとね場合によるとなんだけど、お相手さんサイドでちょっとその人が周りに多い人っていうのがあったんですけど、そこでごたつくって方もいらっしゃると思うんですよ。そうそう、ごたつくって方もいらっしゃって、でそれを B さんにいや今ごたついてんだよねっていう話をしてくるっていうね、ちょっとなんか直接すぎる話も来てます。でちょっとここ足しますね。ここで星が来るんだ。これたらいいなって、ほらお相手さんがねこういうタイミング来たらいいなっていうたらいいなが、そっかやっぱそうですよね。お相手さん今伝えられないけど伝えたいこの心の揺らぎねっていうのをそうなんか試してくるんじゃないかなって。でそれが正直やっぱ上手じゃないっていう部分があるみたいなんですよ。でもそれお相手さんの精一杯なんだよねってことを言ってるし、伝え方どうなんだろう、本当下手かもしれないけどもそう特に B さんのいいところとか B さんこういうことができるんだよねってそういった話をしてきた時は結構お相手さん的に突破しようとして頑張ってるっていうね、そこが見えてくるかもしれないってことを言ってます。はい、可能性としてでいいんだけど、ここ大体3ヶ月ぐらいの話だったんで、そっから先ねこのお二人どんな感じになるでしょう。Believe in your magic。あらいいですね。これマジックが起きるって言ってるカードとこれね、そう星の導きのカードなんだけど、なんかすごいいい展開あるかもしれないっていうことです。はい、というわけでねリーディングはここまでとさせていただこうと思います。はい、なかなかグランタブローっていうかねリーディング自体久しぶりだったんでちょっと要領を得なかったら誠に申し訳ありませんでしたが、はい、なんか2人そうねお相手さんがねちょっとその大丈夫かなって思ってるのを上手に、はい、打ち破るいいきっかけがねお互いから出るといいななんて思いつつ、コメント欄用の絵文字を決めようと思います。そうか、それで最後の審判ねB さん的にはこれが答えですっていうのがねやっぱこれは欲しいわなってすごい思いますが、じゃあそうだな、じゃあまずは絵文字で書きたいっていう方はじゃあちょっとこっからもらいましょうね。マジックあるかもって言ってたんでね、星とねユニコーン、そうね、そう星とユニコーンあったと思います。確認しましょう。あります。はい、星とユニコーンの絵文字を
はい、この B という代わりに並べてください。で、言葉、キーワードで書きたいよっていう方は、ここはね、予祝と思って、答えてくれてありがとうって書いときましょう。ね、答えてくれてありがとうです。はい、というわけで、B のね、こちら、最後の審判。このカードを選んでくださった方のリーディングをここまでとさせていただこうと思います。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。はい。では、C ですね。こちらの世界を選んでくださった方のリーディングを始めようと思います。よろしくお願いします。では、グランタブローでお相手さんの脳内マップを見せていただく前に、まずね、タロットさんによって、はい、2人についての基礎知識をいただこうと思います。はい、ではね、始めようと思います。テーブルシャッフルは事前に済ませてます。はい、お願いします。C さんとお相手さんについてです。ほら、全部正一。はい。はい、出てきたのが、ワンドのナイト、女司祭で、ソードの5ですね。そして、皇帝とカップの6。はい、ちょっとね、カードを足そうと思います。カップの6。はい。カップのキング。まず、お二人なんだけど、もう現在進行形だよねっていうのがね、まずボンと出てきたとこなんですね。と言いつつね、ちょっとここ足しますね。どう進行してるんだ。なんかいろいろトラブルとか条件が悪いとかもろもろあったりはするんだろうけど、ちょっとこの感じだとね。でも、それでも好きだよねとか、なんかもろもろいろいろあるけど、でも気持ちが進行してるっていうのがどうもね、今の二人の現段階ではないかなってことなんですね。で、中には結構ね、こう、周りが見えてないみたいなね、わりかしこう、熱い展開を迎えてるって方もいるかもしれないし、そこまでいかなくとも、ただね、最近こう、急に気になるようになったとか、以前よりもすごくお相手さんの重要度がC さんの中で大きくなってるってことがどうもあるんじゃないかなってことなんですね。で、お相手さんなんだけども、結構ミステリアスな方なのかなっていうね、とこなんですね。それとか直感が鋭いとか、あと思いついた時にスッと動けるとか、直感と何かね、すごく縁がある、そんな人ではないかなってとこなんですね。それとか、勘が鋭い、一緒ですね。っていうような、そんなことを言ってる。ただ今、なんか結構お仕事なのかな、なんかいろいろトラブルがあるのか、うまく立ち回らないとなってことが今このお相手さんにはある。で、これがもし恋愛面っていうので出てるのであれば、ここに出てきたこのね、鎌とネズミとヘビっていう、この辺が二人の関係性に関わってるのかもしれなくて、ちょっと堂々とってわけにもいかないっていう現状があるっていうパターンもありえます。そうですね。お仕事で出るね、お相手さんもいらっしゃれば、C さんとのことで出てるお相手さんもいるけども、やっぱりこう、簡単になんか物事が今進められないっていう状況にあったりする。中にはお相手さんの手柄を横取りされそうみたいな、こんなね、シチュエーションがある人もいる。で、これ C さんなんだけども、でも C さんとしてはもうここと一緒なんだけど、もうこれって決めたらグッて進みたい、ね、お相手さんとの間に何か気持ちがあるっていうんだったら、もうそこをまっすぐ進めていきたいっていう気持ちが今強いってことだし、お相手さんに対してもそうあってほしいと。いろいろあるかもしれないけど、でも好きなら好きでね、こうグッて来てほしいなっていう気持ちが強いってことを言ってる。で、今お二人に出てる課題的なところなんですが、両方ともなんかスーパー優しさカードがね、出てきてるんですね。で、願望とか今現在っていうので言うと、どちらかと言わずとも割とこう勢いのあるね、カードが揃ってるけど、
今もしかしたらちょっとあえて自然な流れに乗ってみるとか、そこが必要なのかもしれない。それかちょっと気持ちが焦ってるっていう要素がもしね見受けられるんだったら、少しねお互いに譲歩してみるとか、そういったことが言ったりするのかなってことを言ってますね。はい。ということがどうもねお二人の間にはちょっとここはね前提条件としてあるんですよってことで、じゃあちょっとねお相手さんが今この関係性ここすごい気になるんだけどそう関係性についてどうしていきたいのかね今現在あれば教えてもらおうと思います。おお早い。やっぱねお相手さんねちょっとそのペースダウンスローダウンというかね、そうそこをちょっと望んでるのかなっていうことを言ってきてる。でそれがスローダウンって聞いてねっていうんじゃなくていろんなタイミングみたいなのがあるし、ここら辺がねこのね三つどもえのいわゆるネガティブカードみたいなのがあるんだけども、やっぱここがあるから焦ったらまずいなっていうのがちょっとここに来て出てくるようなそんなイメージですね。ただその、スローダウンなり、ゆっくりなりっていうその時間の中で楽しみとか喜びっていうのはしっかり味わいたいなってこともここで教えてきてくれてます。はい、じゃあねここから先はグランタブローに移って脳内マップをね見せていただこうと思います。はい、じゃあね一回全部のけて、C さんのねご担当されるのはこちらですね。運命紡ぐルノルマンの声というオラクル失礼ルノルマンカードです。はい、ではね始めようと思います。お願いします。はい、始めます。はい、ではね、カードが揃ったところで説明していこうと思います。はい、まずね、位置関係ね。この白い枠が C さんですね。レディーのカード。はい、C さんとお相手さんのね、実際の性別がどうっていうのは、ここでは少し置いといていただいて、見立ててください。このレディーが C さんで、ジェントルマン、紳士がお相手さんってことになります。でね、この白い枠がレディ C さんで、このダークブラウンの枠がお相手さんですね。で、この王冠何かっていうとね、さっきオイルノルマンをした時に、ここをね、重点的に見てくださいということで出てきています。はい。で、ハウスインといって、番号通りに出てるカードは今回はない感じですね。はい。で、まず、この出方の感じっていうのが、今まで何回かグランタブロをね、こう動画で出してるんですけど、今までないなっていうのがね、一番最初に入ってきたとこですね。で、位置関係としては、近いといえば近いんですよ。しかもこうタイムライン上が、タイムラインというかね、こう高さが同じ位置にあるので、精神的には二人のその上下感ってなくて、対等な立場になり得る二人なんだなってことをまずここからわかるとこですね。で、割と意思の疎通がしやすいとか、話が、なんていうかな、変にこう遠回りして受け止められないというか、深読みがね、変にこうしづらいというかね、しないような、そんな関係性でもあるかなってこともここからわかります。はい。なんでね、お相手さんの言うこととか、そうね、C さんの言うことが割とこう話したことに関してはスッと通りやすいというところがこの二人にはありますということです。そしてね、まずこのグランタブローって大きい絵をね、そう一枚の絵と見立てた時に全体的に、お相手さんの脳内ですよね。全体的にどんなことがね、二人の関係性に対して書かれているかっていうと、この木と
本、魚、クローバーのカードなんですね。いろいろどうも遠回りはあったし、考えないといけないことが、あるのはあるんだけど、でもその関係性に対してすごい豊かなものも感じるし、クローバーでしょ、最後ね。すごくね、幸運な出会いだったのかもしれないなってことがまずふわっとあるとこなんですね。じゃあ、C さんっていうことを考えた時の最初のね、まずガーンってお相手さんの頭に出ることが、木と棺桶、花束、この3つなんですね。やっぱり長く時間がかかったなっていうのはここでも出てくるところなんだけど、ぼちぼちいつまでもね、長々、先延ばししたりってことができないよねっていうことなんですね。だから決着をつけようであったり、もしかするとあなたは何かね、すごい素敵なことを言いたいなって思ってるお相手さんもいるかもよっていうね、はいってことを言っている。そう。それか、ちょっと違う読み方をするんだったら、C さんっていうすごく魅力のある、才能のあるそういった人がいて、そんな人に対して、いつまでもダラ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 結果を出さないみたいなことは、これは良くないなって思ってるってパターンもあります。はい。どちらにしても何か長々続いているってことを、よく思ってないなっていうのがね、まず大前提として出てくるよっていうところです。はい。ではね、まずね、このお相手さんとあなたについて見ていこうと思います。で、ここで言うあなたっていうのは、実際のあなたっていうよりはお相手さんから見たあなたっていうお話になります。で、と言いつつね、まずお相手さんからなんだけど、まずお相手さんっていう方なんですが、移動が多い人ってことも考えられるし、最近引っ越したりとかねって方もいるかなってとこですが、基本的に物事に変化を起こす人、かつもう一個裏の動機としては、その問題解決をするっていうね、そういったことがあるとすごくこの方は動く、っていう素質というか性質があると。だからもし二人の間で何か問題っていうのが長引いちゃってるっていうと、余計気になるっていうかね、本当に気にかかっちゃうなっていう、とこがある。だから、何かね、二人の間の問題があって、それが時間が長く続いたっていう実績があることを、お相手さんは決して良しとは思ってないよっていうことをね、まずここで言えるとこですね。そして、お相手さんの周りのカードね、下にあるのがネズミ、で、鬼は、指輪、雲っていうカードなんですね。で、この方の、考え方というかね、恋愛のベースにあるのが、もともとそんなに恋愛ってないってわけじゃないんだけど、あんまり得意じゃないとか、そんなに重要度高くないって人だったのかもしれないです。少しマイナスに見てたってとこがあるかもしれないなってとこなんですね。人によっては今とかね、ある程度自分が何か成し遂げるまでは恋愛っていうのは自分がするべきことじゃないって思ってたような、そんなお相手さんもいるってとこなんですよ。ちょっとなんか非常に面白いんだけど、煩わしさっていうのもあるですね。で、その一方でその好きっていう感情も両方あって、でこの好きという感情あるベースで煩わしさを一緒に乗り越えて関係性を作り出していくもんだなっていうふうにまず思ってるなってとこなんですよ。で、煩わしさっていうのはいろいろあると思うんですよね。やっぱお仕事が忙しいっていう時とかにすごい集中したいけど、でも相手のことが気になるとかね。なんかいろいろあると思うんですよね。やっぱ感情がむき出しになる分、思いがけない自分のね、弱い部分見たりとか、もろもろあるんだけど、それとか時に喧嘩したりとかねっていうのもあるし、でもやはりそこにこのユリっていうね、すごく崇高な感情というか、ね、本当に純粋に好きだなって気持ちがあるから、それを調整し合ってとか、しながら確実な関係性をこうやってね、ギュって可愛いでしょこのクマね、そう作り上げていくって、そんなとこなんだろうなって思ってる。これが恋愛観ですね。で、今ちょっとここは後から言いますが、今ね、周りのことってあんまりお相手さんやっぱ見てないんですよ。なんかちょっと変な感じするかもしれないけど。でね、会ってどうこうっていうより、やっぱりこの
冒頭で出てた、長く続いているホニャララってものを終わらせて、じゃあ今後どうするかってことをわりかし真剣に考えてるのかなっていうのがこの指輪の位置から見て取れるとこなんですね。ね。うん。でね、ちょっとここで一回こっちね、お相手さんから見た、C さんに戻りますが、まずブレのない人だなって思ってますね。うん。ブレのない人ね。でね、C さんっていう人は、家庭とか仲間とか、そういったものを非常に大事にしてる人。うん。中にはお子さんがいらっしゃるっていう C さんもいるかもしれないけども、そうですね。なんかね、慣れた空間とか慣れた仲間の中に新しい要素っていうのをたくさん持ち込んで常にリフレッシュさせてってことを非常に大事にしてる人っていうふうに、まず見てるよねってとこだし、あとそのお相手さんから見た C さんの恋愛のあり方っていうのも一人の人と親和性を高めるっていうね、そこを大事にしてる人なんだなっていうふうに見えてるよってことですね。そして結構頭のいい人だなとも思ってます。頭がいい人だったりおしゃれな人って思われてる人もいる。あとね、すごく会話を大事にする人とか、着実にその恋愛をね進行させたいなってことはお相手さんからも見て取れてるところのようなんですね。そう、ただ C さん自身がこの恋愛に対して結構迷ってるとこもあるのかなってお相手さんからは見えている。お相手さんを取るのか辞めるのかなのか、仕事と恋愛かなのかね、二択的なことが、C さんにはどうもあるかなってことを言ってます。ではではちょっとね、いろんな話があるのでね、自分にこう噛み合うところを拾っていっていただきたいんですが、中にはなんだけどお相手さん的には最初C さんにちょっかい出しましたみたいな人もいるかもしれないんですよ。最初はそんなにこういきなりこう真剣にっていうよりは、例えばね、ちょっと可愛い子がいるなみたいな感じで声かけてみてってとこから始まってるかなって感じするんですね。でもここからここを飛ぶんですね。29番 C さんの家族っぽいね、本当仲間内っていう付き合い方がある人って言ったように、そこが見えてきた時に、ってこうちょっかいっていう段では終わらなくなったなっていうのがあるっぽいんですね。それでここはどこに飛ぶかっていうと指輪に飛ぶんですけど、ちゃんと返事しなきゃとか、何かの約束をするなり、そういった相手だなっていうふうに今どうも見えてるよってことなんですね。で、この約束っていうのが、いわゆるこう付き合いましょうっていう約束で出る方もいらっしゃれば、そのお相手さんが何か問題があるっていうんだったら、そこに対しての答えをちゃんと言わなきゃってことかもしれません。なんか最初はちょっと軽いノリっていうのがあったかもしれないんだけど、どうもやっぱそういった風にね、いつまでもこう軽いノリで接していい相手ではないよってことを今お相手さんすごい感じてるのではないかなってことを言ってます。でね、この位置ね、この C さんの位置なんだけど、犬が乗っかってるんですね。で、犬ってことはすごく信頼できる相手とも見てるし、ちょっと繰り返しになるけども、その信頼を裏切っていい相手でもないと。もしくはその信頼に乗っかっていいようにしていい相手でもないなっていうのは、お相手さんどうも見えているよってことなんですよ。ではでは。で、お相手さん今ね、やっぱ何かちゃんと答え出さなきゃとは言ってはいるんだけど、このタイムライン上にあるので、じゃあすぐ何かの答え出せるかっていうと、まだ出せないんですよ。ただベースとして星が来てるので、やっぱりこうプラスの方向で出したいなっていうのはありつつも、その答えの要素となる何かにまだお相手さん自身も答えがないみたいなねってことがちょっとあるので、やはり保留しちゃってるっていうのがあるよねってとこなんですね。だから一生懸命お相手さんも今 C さんに対して返事っていうのをするためにすごい
調整してるってことがどうもあるってことなんですね。それはこの辺が言ってきてます。では大事なカードね、いろいろ見ていきますが、でお相手さん自身のねCさんへの気持ちっていうのはこのハートなんですね。でここすごいリンクしてます。このカードそもそもはこれ魚の位置にあるんですよ。で魚に何があるかっていうとお相手さんがいるんですね。そうってことで C さんっていう人を見た時にすごく心が豊かになるっていうふうに言ってるんですよ。でこの煩わしさを乗り越える相手とも読んでもいいし、C さんが見せてるこの優しさみたいなものね、このお家で表される親和性とか信頼感っていうものがすごくお相手さんの心をほっこりさせたりね、すごく大事にしてもらってるなってことをすごい感じてるってことを言ってる、ね、素晴らしいリンクっぷりです。はい、そうなんですね。こっちのリンクにしても太陽で出てきてるから、この並びを見る限りお相手さんは今すぐこの C さんとの関係性を手放す気がないどころか、すごくやっぱ貴重なものね、クローバーで表されるすごい大事なものというふうにやっぱ見てるってことです。ね、で性的な魅力も感じているし、この隣にあるのが月のカードなんですね。月っていうのもやはり感情がすごく動いてるよっていうカードなので、このお相手さんの気持ちね、本当にフィジカルな接点っていうのもしっかり持ちたいと思ってるし、すごくときめくし太陽もあるしね、でコウノトリもあるから次のステップを進めたいっていう気持ちは重々ありますってことです。ただやっぱり何かネズミって要素が来てるからやっぱ簡単じゃないなってことはここに来てる。では2人が結ばれるっていうね関係性に対してはこれお相手さんの真横にあるから、願望としても結ばれたいって気持ちはあるって言っていいんじゃないかなと思うんですね。しかもここ本来犬の場所なんですよ。であなたを示すカード犬が来てるんですね。だからいいですよ。すごくいいですよ。正直いいんですよ。じゃあ何が問題なんだってことになってくるんだけど、まずこれは全員いるわけじゃないですけど、必ずグランタブローしたらヘビって出てくるんですね。これ絶対出てきます。もうライバルいようがいまいがグランタブローに出るんで私いないのにっていうのはね、その方ちょっとここのシーンはスルーしてくださいね。でもしね、ライバルに当たるそういった方がいらっしゃるっていう方は、このヘビさんっていう方はお相手さんのご家族である可能性が高いです。いわゆる配偶者ってパターンもあれば、家族でこの関係性に反対するっていう要素があるっていう人がいる。それから家族的な仲間の中でちょっとこの関係性が問題になるっていう人がいるっていうね、そんな可能性もあるよってことですし、今もこの関係性は現在進行形であるよってことなんですね。だから昔の人っていうよりは本当に今一緒に生活してたり、今一緒に仕事してたりってことが考えられるってことですし、この関係性は過去すごく祝福されたものだったってことがある。お相手さん自身が望んだ関係性でもあるってことがあるけど、今すごくこのあり方っていうのに迷いを感じてるってことを言ってる。でもしかするとお相手さんにとってメリットが多いってこともね、ここでは言えるとこです。はい。そうね。でもしこの方パートナーというんだったらやっぱね子供さんいらっしゃるよって方も少なくないよねっていうとこですね。ただベースに無知っていうのが来てる分、やっぱねじゃあやめましょうっていうわけにはいかないよねっていうね、単純にじゃあ C さんという気になる人がいる、気持ちがやっぱすごくワクワクして素敵だなって思ってもいろいろあると。でなんせ自分で選んだっていうのもあるし、場合によっては子供がいるってことがあると、こういったもろもろのものを自分の責任があるっていうことで、縛られる要素としてはかなり大きいってことを言っているし、無知90、そうね、
ここで時間かかってるっていう要因になってるのはやっぱこのことそのものなんだよねってこと、プラスしてもう固定化されている。例えばこれが生活っていうのであれば本当に生活としてもビシッてもう形ができてるっていうのがやっぱここにはありますってことを言ってる。そうでね、はい、戻ってきましょう。このね、このヘビさんいませんよって方に対してなんだけど、人間関係とかそのお相手さんの周りの、会社なり家族なりいろいろあると思うんだけども、やっぱねちょっとここさっきのところでも出てきたんだけど、その人間関係を何かちょっとバランスが悪くなる要素っていうのがこの C さんとお相手さんとの間にはあるのかもしれないってことなんですよ。お相手さんにはやはり何かこの周りの人間関係、会社なり何なりねに責任っていうのがあると。で今 C さんっていうふうにスッと行くにはもろもろのその責任問題とか、お相手さんを、信頼してくれてる人とかっていうのがあるってことで、まずそっちを良くしてとか、そちらの人間関係を責任果たしてとか、そこがあって初めて、一定のことが終わると。次に行っていいとかね C さんに行っていいってことになるから、まずはもろもろお相手さんが抱えてる責任っていうものを終わらせるっていうのがこの C さんとの関係性を進める鍵になるっていうふうに言ってる。でね、お相手さんそうだな。でもいろいろあるけど、ここすごいやっぱ大事なのが、お相手さんお相手さんの見るね、未来ってこう指輪で収まってるんですね。これ2人のことですよ。ね、なので、ここやっぱ大事だし、さっき課題で出してたのも、ちょっと、ペースダウンっていうか、これじゃないですね。これですね。はい。ペースダウンというかね。そこがいるのではないかなってとこありましたよね。で、ここもそうなんですよね。感情っていうものはやっぱりあるっていう、まずね、ここをキープする。っていうのが2人のこれから発展するのは非常に大事だし、ちょっともうね結論っぽいところから言うと、お二人がくっつくために、何が大事って思ってるかってやっぱり頻繁に会うであったり、もし会えなくても会話をするであるとか、何らかの形で交流をキープするっていうね、そこなんだよねってことなんですね。お相手さんもそうしようって思ってるんじゃないかなってことだし、カード的にもね、その今まで C さんが見せてきた優しさっていうものを、これまでと変わらず見せつつ、少しこの問題が収まるまでもうちょっと時間がいるのかなっていう目線はいるよねってとこなんですね。もう気持ちが流行ってる分余計ね1日がこう10日にも感じられたりとかっていうのはあるかとは思うけども、やっぱ何かとねこの問題っていうのに関しては結構ね、ごっちゃごちゃしてるんですね。そう、だから、その一個一個丁寧に片付けないと、不備があるとね、そこから崩れるっていうのもありえそうな感じなんですよ、ここから見るに。そう、だから、そこをね、特にお相手さんサイドの問題っていうのに関して言うと、ここはね、もう丁寧にやっていくしかないんじゃないかなっていうね、そんなとこなんですよ。で、お相手さんね、このお仕事のカードがね、ここの塔に当たるんだけど、折衝事が多いとか、話し合うみたいなね、っていうシーンが多いとか、関わる人が結構多い仕事だったりするみたいなんですよね。で、そこでいろいろこう決断下したりとかするために、いろんな人との関わりっていうのがやっぱりすごく多いみたいで、でもそれでお相手さん自身が認められてるっていうのがあると。結構仕事できるっぽいんで、ちょっと逆恨み的に思われたりすることもあるのかもしれないなってとこなんですよ。で、今タイミング的にここもちょっと関わってるみたいで、今のお相手さんのプライベートの動きっていうのは下手に見せられないっていうのもあるっていうお相手さんいるみたいです。ここ結構あるっぽいですね。なのでその自分の足元とか、プライベートをね見せても大丈夫っていう状況を作らないことにはってね、かなりあるよってことなんですよ。
ただそれでも、C さんとコミュニケーション取ったり会ったりすることで、いずれはこう指輪っていうね、指輪ですねっていうものを、渡せる約束であるとかね、言葉っていうのを渡せるって状況が来るようにって動きはしてますよっていうふうにここで言ってきてます。はい。ってことですね。そう。で、最後のここ3枚ね、ハートとコウノトリとクローバーなんですよ。なんかすごいですよ、これね。そう。気持ちってやっぱあるんだって。ね。だから、2人がこれから先、いい展開っていうのを迎えられるように、そういつでもチャンスつかめるようにって気持ちは自分の中にあるんだよねっていうので、このお相手さんはこう C さんのことを考えた時にそう結論付けるよってことです。ね。やっぱ今ちょっとやっぱ時間かかってるけどね、どうしようかなって、でもちゃんと答え出さなきゃなって思ってて、その答えっていうのが花束で来てるんだけどね、花束なんですよ。C さんっていうね、素敵な人にこれ以上待たしちゃ悪いなっていろいろ考えて、いや仕事があったりとかいろいろあるけど時間かかりそうなんだよねって、でもコミュニケーション取ってって指輪渡したいし、気持ち自分の中やっぱあるよってあるから、どうにか進めたいチャンスがあった時それ掴もうって気持ちはございますっていうふうにここで締めくくられておりますということです。素晴らしい。なんか本当に素晴らしいストーリーがある。でも本当にいろいろね、今、本当いろいろ大変そう。本当いろいろ大変そうです。ね。で、仕事がすごい進んでるっていうのが今ここにも来てるんですよ。そう。ね。今までこう温めてきたことが今すごい進んできてるっていうのもあるから、ちょっとそっちを待ってっていうのもあるかもしれませんね。問題があるっていうのもあれば、ちょっとすごい仕事がすごい動いてるっていうのもあるっていうのね。はい。どっちを待ってねってことを言ってきてます。ちょっとなんか他に C さんにね、お伝えしたいことはあるでしょうか。なかなかいい感じにバランスが取れなくて非常に申し訳ござりませんと言ってきています。気持ちちょうだい。で、そうね。中にはちょっとこの待たせてるっていうシーンがあることで、C さんの何かを手伝えなかったとか、もしかしたら C さんがね、お相手さんのことを必要としてる時に、ちょっと時間作れなかったなんて人もいるかもしれないなっていう感じもするんですね。そう。とにかく今なんか立て直しとか進めてるとかそういったことがやっぱりあるんだよってことはここでも言ってきてます。ただそれがお相手さん的に、お相手さん的にっていうかね、お相手さんから見て C さんに、いい感じの状況っていうのは与えられてなかったねってことは言ってますけど、そう、気持ちとしてはこのカップのページってことでね、やっぱ気持ち、これあるんですよねってことを言ってきてますよということです。はい、これを伝えたかったよってことで、じゃあ、そうだな、C さんここでなんかできることはあるでしょうか。はい。レスト。やっぱね、ちょっと、ここはやっぱりレストタイム。ちょっとお休みの時間というかね、そう、少しお相手さんに猶予を与えるってその時間なんだってことを言ってきてるよということです。はい。というわけでね、お相手さん、このカードが言う限りは結構なお気持ちありそうだし、遅ればせながらも進めてるって状況があるので、そう、取れるコミュニケーションをしっかりとって、今まで通りの優しさを見せていけばいいんじゃないかなってことを言ってきてますよということで、はい、リーディングを終わろうと思います。はい。というわけでね、ちょっとね、コメント欄用のおっとっとと絵文字をね、お決めしようと思います。はい、こちらね。では、ちょっとね、こっちに置けときますね。はい、よいしょ。ではね、ちょっとこの世界さんから取ろうと思いますが、じゃあ世界というかね、こっから取りましょう。ちょっとね、今待った方がいいよってことだったんで、はい。家宝は寝て待て。はい、キーワードで書く方は、家宝は寝て待てっていうふうに書いてください。で、絵文字で書きたいっていう方は、ベッドとかね、寝てるやつですね。はい。レストしてる絵文字を書いてください。はい。というわけで C のこちら、世界ですね。はい。何かとお相手さんの世界がどうもわちゃわちゃしてるよということなんだけども、いずれ二人の世界もできるんじゃないか。はい。こちらのカードを選んでくださった方のリーディングをここまでとさせていただこうと思います。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。